皆さんこんにちは。光ミュージックジャンキーキャップオリックス MC の光です。本日もまたあの男がキャップを紹介しに来てくれています。いやー、今回も大量。またそんなにキャップ買って、もしかして自分金持ち？それがさ、今回これ全部タダでゲットしちゃったんだ。なんだってね。Hickory sucks. Just kidding. さてよ、石坊光。どうも光です。皆さんは何か集めているものはございますでしょうか？僕はご存知の通り、キャップを集めてるわけなんですが、ただそれすなわち、その分出費もあるっていうことなんですよね。なので僕は普段から何か欲しいなと思ったキャップを見つけても、セールのタイミングを待ってみたり、あるいはメルマガ登録でちょっとした割引がついてこないかなっていうのを確認してから、できるだけ安くでキャップを買うように心がけています。ところがですよ、今回ご紹介するこれらの3つのキャップは、なんと実質無料でゲットしちゃったキャップたちなんです。ということで今回は、タダでゲットしちゃったキャップをその背景とともに3つご紹介していきます。じゃあまずはつい最近届いたこちらのキャップからご紹介します。ちなみに今回ご紹介する3つのキャップはすべて違うブランドのキャップなんですが、それぞれすでに僕のチャンネルで紹介したことのあるブランドたちです。おー、かっけえ。今回まず1つ目にご紹介するキャップはこちらです。こちらは僕のハワイ編の動画でもご紹介したブランドなんですが、2008年にハワイのマウイ島でスタートしたストリートウェアブランド808オールデイというところからもらったニューエラ5950です。フロントには金色の糸でハワイのことを示す HI と刺繍されています。さらに I の部分がカメハメハ大王のシルエットになっています。左サイドには同じく金色の糸でニューエラフラッグロゴが刺繍されています。そして後ろにはフロントと同じ808オールデイのロゴ HI の文字が刺繍されています。そしてブリム裏は黒。っていうか、ちょっと動画では分かりづらいかもしれないんですが、これよく見ると鴨柄になってます。こんなとこにこだわりが。そしてスウェットバンドは黒です。そして素材は 100% ポリエステル。生産国は中国です。こちらは去年2023年のクリスマスシーズンにリリースされたということで、金色の糸とホワイトのボディということで、めちゃくちゃホリデー感あふれるカラーリングになってます。それから今僕が被っているこちらも実は808オールデイのキャップなんですが、この808っていうのはハワイの市街局番のことです。トロントでいうところの416ですね。そして肝心なこれをゲットした経緯なんですが、ズバリプレゼント企画で当たっちゃいました。海外ではプレゼント企画のことをギブアウェイっていう風に言うんですけど、海外ではめちゃくちゃギブアウェイいろんなところでしょっちゅうやってます。例えば、レストランがグランドオープンするような時なんかは、先着何名はタダでお食事提供しますとか、あるいは何かのお店が何周年記念とかっていうことで、そのお店で使えるギフトカードをギブアウェイしてたりすることがあります。そして、キャップに限った話ではないんですが、こういったブランド系だと何か新作が出た時とか、特にホリデーシーズンなんかは、その商品をギブアウェイしちゃいますっていう風にやってることがよくあります。で、こちらは去年のクリスマスシーズンにこのブランドのインスタグラム上でこのキャップのリリースが発表になったと同時にプレゼント企画も募集かけてたので応募しました。ざっくり見ると170件ぐらい応募があったっぽいです。で、実は僕、この当選発表があった時、旅行でロンドンに行ってたので、旅先で当選を知りました。こちらが当選した時に、トロントに発送してくれるかなって心配してたんですが、無事送ってくださいました。ちなみに僕はハワイには7回も行ってるんですが、お恥ずかしながらオアフ島以外にまだ行ったことがないんですよ。で、こちらはマウイ島のブランドということなので、次回ハワイに行くときはぜひこれを被ってマウイ島のお店に行きたいなと思います。次に紹介するのは我らがトロントのブランドのものなんですが、以前僕の動画でも紹介していて、個人的に今一番トロントで来てるんじゃないかなっていうブランド、
アディデムアスタリスクスとニューエラがコラボで出している5950です。つうか、このパッケージめちゃくちゃ可愛くないですか？さあ、そして肝心な中身がこちら。改めましてこちら、トロントのストリートブランド、アディデムアスタリスクスとニューエラのコラボによる5950です。フロントにはアディデムアスタリスクスのイニシャル A とアスタリスクが刺繍されています。左サイドにはニューエラのフラッグロゴ。そして後ろにはアスタリスクスの文字が刺繍されています。そして右サイドにはアディデムアスタリスクスと書かれたサイドパッチが刺繍されています。ボディの色は最初イエローだと思ったんですが、よくよく見るとちょっとネオンオレンジっぽいというか、明るい系の色です。そしてトップボタンは白です。さらにつば裏はグレーで、スウェットバンドは黒です。そしてお約束の素材は 100% ポリエステル。生産国は中国です。さあ、そしてこちらのキャップをゲットした経緯なんですが、なんとトレードでゲットしました。で、ただそれは誰か知らない人とトレードしたというわけではなくて、このブランドとトレードをしました。っていうのも、去年の12月にですね、こちらのブランドのインスタのアカウントで、とあるところで先着100名でトレードやりますっていう発表があったんです。で、その条件っていうのが、何か一つフィッテッドのキャップを持っていくと、それと同じサイズのものをランダムで一つもらえるというものでした。で、もちろん持っていくキャップはある程度状態のいいものをということでした。そんな発表があったので、僕もすかさず自分のコレクションを見返してですね、何か交換に出せないかなと思ったんですが、正直どれも手放すのが惜しくて何も選べませんでした。ということでですね、僕は慌てて近所のキャップ屋さんとか、リサイクルショップとかヴィンテージショップを見て回りました。で、お約束のキャップショップリッツに行ったんですけど、正直そこで正規の値段で買っているぐらいであれば、直接このサイトから正規で買えばいいじゃんっていうことだったので、割引ラックをチェックしたんですね。ただ、割引ラックでも安くても30ドルとかって感じだったので、一旦保留にしました。で、今回のトレードの条件が、持ってきたものと同じサイズをくれるということだったので、僕はどうしても自分のサイズを見つけなきゃいけなかったんです。で、そんな中、とある一つのヴィンテージショップで、僕のサイズで、しかも20ドルでキャップを見つけることができました。内心10ドルぐらいで見つけられたらいいなと思ってたので、ちょっと妥協はしたんですが、それをレジに持っていったらですね、なんとセールシーズンだったらしくて、そこから3割引きで買うことができて、結局税金とか込みでも20ドル以下でゲットすることができました。で、僕はそのキャップを手にルンルンで会場であったとある駐車場に実は一番乗りで到着しました。ただ、もともとキャップはランダムで渡されるので、色までは指定できないって聞いてたんですけど、当日ですね、現場でこの箱の中とこの箱の中お前のサイズだけど、どれがいいっていう風に聞かれて、結局色選べました。むしろ僕はランダムで色選ばれると思ってたところを、蓋開けてみたら僕のサイズで7色ぐらい展開があったので、その場でめちゃくちゃ悩みました。で、これはただ僕が把握しきれてないだけなのかもしれないんですけど、その中には何色か今までウェブサイトとかインスタで見たことない色のものもあったような気がしました。だからもしかしたらサンプルとかのものも置いてあったのかもしれません。で、僕は最終的にこの子ともう一つターコイズブルーみたいなやつがあって悩んだんですが、もう一つの方のサイドパッチは以前買ったやつと同じやつだったんですけど、こちらがまた別のシリーズ C と言われるタイプのサイドパッチだったので、僕は最終的にこの子を選びました。アディデムのキャップはね、カラー展開がめちゃくちゃあるんですけど、どれも可愛いんですよね。最近パリでファッションウィークがあったんですけど、僕がフォローしているいろんなブランドもパリに行ってたようです。で、そんな中、このアディデムアスタリスクスもパリに行ってました。アディデムはね、今後絶対来ると思うんで、皆さんもチェックしておいた方がいいですよ。そして今回最後にご紹介するのがこちら。これまた箱が可愛い。で、実はこの箱自体も以前の僕の動画で登場しているので、もしかしたらもう気づいた人はいるかもしれません。その中身がこちら。あれ？ちょっと待って。おまけでキーホルダーも入れてくれてました。あ、そして手書きのメモが入ってる。ちょっと待って、これ住所書いてあるから折って、光ハマーウィナーと書いてあります。このことについては後ほどお話ししたいと思います。
こちらもトロントのブランド416カンパニーがニューエラとコラボで出している5950です。フロントには先ほどもお話ししたトロントの市街局番416と刺繍されていて、特にその真ん中の1の部分がですね、トロントのランドマーク CN タワーをかたどってるんです。左サイドには白い糸でニューエラフラッグロゴが刺繍されています。そして後ろにはバッターマンロゴよろしくメープルリーフが刺繍されています。このロゴ可愛くないですか？さらに、つば裏はグリーンで、スウェットバンドは黒です。素材はこちらも 100% ポリエステルなんですが、生産国はバングラデシュです。416カンパニーのニューエラはいくつかカラーウェイがあるんですけど、僕は今回このトロントの野球チーム、トロントブルージェイズのカラーウェイが落とし込まれたこちらのキャップを選びました。フロントパネルの2枚が白で、その他のクラウンとブリムが青になっているカラーブロッキングです。で、ちょっと話長くなるんですが、こちらをゲットした経緯お話しします。遡ること、去年2023年の3月ぐらいにですね、この416カンパニーのインスタにとある投稿がされたんです。その内容っていうのが、このブランドのウェブサイトとかインスタによく登場するハマー、車のハマーがあるんですけど、今からそれに乗ってトロントの街中走るから、もし見つけてくれたらキャッププレゼントしちゃうよっていう内容だったんです。ただ、その時は反応が悪かったのか、なんか話が流れちゃってたんですよね。で、僕はそのポストにコメントしたんだったっけな。そしたらですね、また別の機会にやろうと思ってますってことを教えてくれたんです。なので、そこからずーっと楽しみにしてたんです。で、そこから数ヶ月経って同じく去年2023年の8月にですね、インスタの投稿で突如としてこのイベントをやりますっていう発表があったんです。で、その投稿には1枚の写真が添えられていて、今ここからスタートするよっていう投稿だったんです。そこで速攻僕は Google マップでその場所を割り出しまして、慌てて街中に出ていきました。で、とりあえずその出発地点には着いたんですけど、もちろんそこにもうハマーの姿はなくてですね、そっからもうぐるぐると当てもなくトロントの街中を駆けずり回りました。で、もう3時間ぐらい経って、僕もちょっと諦めかけてたその時にですね、追加のインスタ投稿があって、その場所っていうのが、当時僕が張り込んでいた場所とめちゃくちゃ近かったんです。そして、待つこと数分後、無事そのハマーを見つけることができたんです。で、その証拠写真を撮って、こちらのブランドに DM をしたら、おめでとうということで、何かキャップ一つ選んでいいよと言われたので、僕はこの子を選んだというわけです。で、ただ一個注意点があって、こちらのブランド、もうニューエラとの契約は終わってるっぽくてですね、もう在庫もあるだけっていう感じなので、もし気になる人がいたら、早めにウェブサイトをチェックすることをお勧めします。僕ですね、もしトロントでおすすめのキャップブランドありますかと言われたら、もちろんアディデムアスタリスクスとかはすごくおしゃれ系のブランドとしておすすめしたいんですが、こちら416カンパニーはよりトロント感が出てるので、すごくいいんじゃないかなと思っておすすめしたいブランドです。トロントとは書いてないんですけど、416と書かれていることによって分かる人は分かる。で、なおかつこの真ん中にトロントの象徴 CN タワーが刺繍されているっていうのがすごくいいなと思っています。今回はまさかのタダでゲットしてしまったキャップたちをご紹介しました。たまたま今回のブランドはどれも以前利用したことがあったんですけど、とはいえタダでキャップをもらってしまったからには、こうして動画にすることによってそれぞれのブランドの魅力を皆さんにお伝えして、何かブランドに恩返しができたらいいなと思っております。なのでぜひ皆さんこの中で気になるブランドがあればウェブサイトとかインスタグラムチェックしてみてください。そして僕は決めました。もしこの僕の YouTube チャンネルが登録者1000人いった暁にはプレゼント企画やります。ということでぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。それから高評価やコメントもアルゴリズムに乗りやすくなるだけじゃなくて僕のモチベーションにもつながってますのでそちらもよろしくお願いします。あわよくばお一人につき3名にチャンネル宣伝していただけるとめちゃくちゃありがたいです。それではまたお会いしましょう。You have a good one. Peace out. でもし日本でもアディでも流行ったら
日本人の中で一番最初にアニメでも取り上げたのは俺だっつって得意げな顔しようと思います。